こんにちは、北谷です。前回、軽トラキャンピングカーの外装を補修しました。今回は内装に取り掛かります。これまでは荷物を床に置くと場所を占有されていました。そこでベッドを作り、その下に荷物を置けるようにします。ベッドはフリードのフラット床を使い回すことにしました。中央で分割できるので片側だけ使うようにします。まずはサイズの確認。フレーム部分を置いてみます。測ったようにぴったり、これならいけそうです。もともと使っていた足はフリードの床に合わせて各部の長さが違うので、45センチのイレクターパイプを新調しました。最初はカットせず感触を確かめます。強度は十分なので床をセットします。OSB 合板なのでそこまで違和感もありません。座面が少し高かったので10センチずつカットします。足をセットすればベッドの完成です。振動でフレームがずれないように壁に固定しています。備え付けテーブルが使いやすい高さになりました。ついでに小型扇風機も取り付けます。少しは暑さをしのげるようになるはずです。続いて電源の増設を行います。小屋を乗せる前、広島で下準備を行いました。まずは助手席側に穴を開けてケーブルを取り出せるようにします。ケーブルが傷つかないようにゴムカバーをつけておきます。車内から引き出したケーブルを小屋に引き入れます。小屋は骨組みがない部分を狙って穴を開けました。これで車内と小屋にケーブルを引き回せました。続いてケーブルの両端を加工していきます。車内側は電源取り出し用ケーブルを使ってアクセサリー電源を分岐させます。プラス側はヒューズの向きに注意して取り付けます。マイナス側は車体に接続します。小屋側はシガーソケットを取り付けます。配線の接続にはギボシ端子を使用しました。
これでヒューズボックスから取り出したアクセサリー電源が小屋まで届きました。小屋では照明や冷蔵庫に電気を使います。それらを賄うポータブル電源を走行中に充電したいと思います。拡張したシガーソケットと接続してエンジンをかけます。しっかり充電が始まりました。コネクタやソケットの発熱を考えて充電容量は約 70W、6A に抑えています。温度が下がれば冷蔵庫もほとんど電力を使わないので十分だと思います。工事がうまくいったので冷やしておいたビールをいただきます。これで長めの旅行も対応できるようになりました。この夏の北海道半周旅行が楽しみです。それではまた。